朝から落ち着かない並びね。岩手の山林火災、ニューヨーク株の最高値、それに地震の備えまで来てるわよ。最初から濃いのだ。でも、どれも見逃せないのだ。火もお金も揺れも、全部生活に刺さるじゃん。ずんだもん先輩、今日は重さが違うよね。じゃあまず、岩手の火災から行くわね。大槌町の山林火災は、今も延焼が続いているのだ。発生から4日目で、鎮圧のめども立っていないのだ。4日も続くなんて、想像よりずっと重いわね。山の中だと、見えないところまで広がってそうで怖いじゃん。町の発表では、上空からざっくり見た範囲が1176ヘクタール。画像や赤外線で確かめた焼失面積が約730ヘクタールなのだ。赤外線まで使うのね。見た目だけじゃ追えない広さってことかしら。1176と730で数字が違うのも、測り方が違うからなんだね。そうなのだ。広く見えた範囲と、実際に焼けた場所を分けてみているのだ。逃げ遅れた人がいないのは、まず安心したわ。でも建物8棟が焼けて、その中に住宅1棟もあるのはかなり痛いよね。避難指示は1541世帯3233人で、町の人口のおよそ3割に当たるのだ。3割ってかなり大きな範囲じゃない。近くの消防署に車両が集まってたって話もあったし、本気の総出だよね。県外からも消防隊が増えて、地上からは1000人規模で消火に当たるのだ。ヘリの放水も朝から再開するのだ。空と地上の両方で抑えるのね。あの70代の男性、黒い葉っぱみたいなものが飛んできたって話してたよね。家の近くまで来ると不安が跳ね上がるじゃん。ああいう細かい飛び物、火が遠くても油断できないのよ。山あいで範囲も広いから、鎮圧に時間がかかっているのかもしれないのだ。雨が欲しい気持ち、わかるな。けど待つだけじゃなくて、避難の準備は見直したいよね。そうね。次のニュースは、同じ1日でも空気が変わる株の話よ。続いては、ニューヨーク市場の話なのだ。ナスダックと S&P500 が揃って最高値を更新したのだ。株の世界って、急に景気良くなる時あるじゃん。私、S&P500 って何を見ている指数なのかしら。アメリカの大きな企業500社前後の動きをまとめた目安なのだ。なるほど。米国株の大きな憲法診断みたいな感じだね。それで最高値更新なら、投資家がかなり強気だったわけね。背景には、アメリカとイランが協議する期待感で、リスクを取りやすくなったことがあるのだ。空気が和らぐと、まず半導体にお金が向かうのが面白いよね。アーシはそこを見るの好きだよ。インテルの見通しが強気だったのも聞いたのね。そうなのだ。インテル株は一時 27% 上がって、数を押し上げたのだ。27% はかなりエグいじゃん。1日でそんなに跳ねるの。一社の発表でそこまで動くなら、株って本当に期待のゲームね。さらに、アメリカの司法省が FRB のパウエル議長への捜査を打ち切ったと発表して、安心感も広がったのだ。FRB は金利を動かす中心みたいなところよね。そこに不安が減ると、次の利下げ期待にもつながるわ。先の金利で空気が変わるから、今の株価にも響くんだね。一方で、原油の先物価格の下落を受けてエネルギー株は売られて、ダウ平均は79ドル61セント安だったのだ。上がるものと下がるものが分かれるのは、資金の流れがきれいに分かれた感じね。同じ市場でも、ハイテクによる日とエネルギーが弱い日で全然違うじゃん。金融の世界は、一つのニュースで全部同じ方向には動かないのだ。じゃあ次は、落ち着かない大地震の注意情報に行くわよ。最後は、地震への備えを見直す話なのだ。気象庁が後発地震注意情報を出して、日頃の備え確認を呼びかけているのだ。その名前、聞いただけでちょっと身構えるじゃん。私、後発地震注意情報って、どう受け止めればいいのかしら。大きな地震の後に、後から大きい揺れが来るかもしれないって注意するお知らせなのだ。必ず来るって断定じゃないのが、逆に難しいよね。事前避難は求めないけど、発生から1週間は防災対応を取るよう求めてるのね。
大小は北海道から千葉県までの182市町村で、今月20日の三陸沖のマグニチュード 7.7 の地震を受けて出ているのだ。海上町で震度5強、久慈港で80センチの津波って、数字だけでも大きいじゃん。その後も震度1以上が30回って、落ち着く感じはまだないわね。だから、非常用持ち出し袋や食料、水、トイレの確認が大事なのだ。ハザードマップと避難経路も、今のうちに見とくのが安心だよね。家具の固定も、つい後回しにしがちだけど、そこが効くのよ。旅行や帰省は制限されていないから、行くなら滞在先の情報も確かめておくのだ。常備薬とか携帯トイレまで考えておくと、急に困りにくいじゃん。災害って起きてから慌てるより先に手を打った方がずっと楽ね。準備があるだけで気持ちの余裕も変わるのだ。火災つながりで一つだけ小さな豆知識なのだ。火災ってただ火が見えたら全部同じというわけじゃないのだ。へえ、そこに違いがあるのね。消防の世界では消火の必要がある燃焼現象を火災って呼ぶのだ。小さく収まるとぼや被害が大きいと大火とも言うのだ。山で起きると山火事っていうやつだよね。そうなのだ。日常では火事ってまとめて言いがちだけど、広がり方で呼び分けることがあるのだ。言葉の違いだけでも被害の大きさが伝わってくるわね。だから今回みたいに広い山林火災は数字を見るだけでも重さがわかるのだ。今日は火災も株も地震もそれぞれ動きがはっきりしていたわね。気になったところは概要欄のリンクも見てほしいのだ。チャンネル登録してくれたら次回もすぐ見つけやすいじゃん。じゃあまた次回ね。備えは今日のうちに少し進めておくといいわよ。